チャンネルです。今回は、第3回と、3回目ということで、立命館の山田聡先生をゲストに招きまして、先週、話した私杉田はホスト役に回ります。山田先生、こんばんは。はい、こんばんは。ちょっと緊張してますけども、よろしくお願いします。よろしくお願いします。山田先生はAI とか VR の研究、かなり本格的にやられていますけれども、ここまでの経歴をちょっと簡単に、説明していただけますか？はい。大学は日本大学でして、特に海外に行くわけでもなく、博士も、日本大学で取りました。で、大切なものは3メートル以内にあるっていう、ジブリの教えを周りに受けて、特にどこも遠くに行く予定はなかったんですけども、就職活動するときに、立命館に呼んでいただいて、最初の職場を立命館に選びました。で、そこの時から、建築情報研究室を名乗って、研究活動、教育活動をしてきました。で、5年で任期が、終わりまして、で、一旦ちょっと建築を離れてみようと思って、中央大学に、移動しまして、で、その後、早稲田大学の、人間科学部という、所沢にある早稲田大学なんですけども、そちらの方に移動し、で、今の立命館大学にもう一度、着任させていただいたという経歴です。山田先生、僕も以前から AI の研究、VR の研究、いろいろ、見せてもらっているんですけれども、まずは AI の研究かな。最近やられてること、建築の分野でもいろいろとAI っていう言葉は出るようにはなったんですけれども、非常に創造性のところ、まさに建築家がやってきたようなところを、AI でやろうとしてると。で、日本の中では多分それかなり珍しいと思うんですよね。で、それを始めるきっかけになったところと、今やっぱりやられてる、AI 研究の内容についてちょっとお話しいただけますか？はい。そしたらあんまり論文に書いてない個人的なことをお話ししようかと思うんですけども、2つあるんですけども、1つはもうシンプルにですね、僕も学生時代建築家に、いわゆるデザインをする建築家になりたかったんですけども、ちょっと能力足りないと思いつつも、決してまだ諦めてるわけではなく、その時に、AI の力を借りて、AI をパートナーに、僕がこれ書かれているような建築家の人たちみたいになれるんじゃないかなと思って、やり始めたっていう思いが、あります。で、2つ目の理由はですね、ちょっと長くなるんですけども、僕、すごい好きな建築家の先生がいまして、でちょっと高齢な方なんですけども、ちょっと病気になられたタイミングがありまして、で、それがすごく悲しかったんですね。で、もしかしたら、その先生が亡くなってしまって、その先生の言葉とか、新しい作品が生み出されないと思うと、すごく悲しい気持ちになりまして、で、何かできないかなと思って、ちょうどその先生のレクチャーを年に1、2回聞く機会があって、それを文字起こししてたんで、個人的に。それをですね、ボットにしてみたんですね。はい。そうすると、たまにその先生の言葉が聞けて、ちょっと気持ちが慰められまして、で、あと、その時ちょうど、データリテラシーっていう授業で、テキストマイニングの授業をしてた
授業っていうか、一コマネタがあったんですね。で、その授業のネタだと思って、形体素に、意味をなす最小の単語に分解して、うん。で、それをランダムにつないでみて、文章らしきものにしてみたらですね、その先生もともと、なんていうか、理路整然と論理だった話し方をされないので、意うん。外と、なんとなくニュアンスがわかるような文章になっちゃったんですね。へえ。はい。で、それを見て、こういうふうに、もっと、あの、建築家の感性を保存してみたいなって思ったんですね。うん。うそしん。て、できればそれを、僕は建築家を殺すというふうに言ってるんですけども、うん。殺すぐらいにデジタル化することで、永久に生かし、永うん。久に生かせたら、そこから本当にいろんなことが新しくできるんじゃないかなと。それこそ僕が建築家になるためのとってもいいパートナーになってくれるんじゃないかなと思っうん。て、AI 研究は始めました。うん。うん。ならまあ、最初はそう、言葉が対象で、はい。えーそこから建築家の思想みたいなものがこう、また、まあ、新しく生まれていくっていう、そういった内容だったってことですよね。そうですね。そで、れは、はい。うん、研どうぞ、究というすいません。よりも、遊びだったんですけども、うん、僕なんかもともと、デザインというよりも、コンセプトとかやり方にすごい興味があったので、うん、うん、そういうところに惹かれて、やってみたということですね。うん。えっと、多分最近の AI の研究って、山田先生がやられてるやつっていうのは、やっぱりエレベーションのやつありますよね、画像のやつ。あ、はい、えーあの辺になってくるともう本当に、かなり意匠的な使い方だとはい、思いますし、なんか、ああいう研究をされてる人って、世界にはいるのかもしれないですけれども、はい、なんか、平面的なプランの検討だとか、どちらかというと、なんか、もうちょっと頑張ったら今にでもすぐに使えそうな感じ、はい、実務に結構近いって言った方がいいのかもしれないですけども、えそうではなくて、あえて今まさに後ろに出てますけれども、はい、コルビュジェとザハミックスしたりだとか、はい、はい。うん、なんかそこにこう行ってみようと思ったきっかけっていうのはあるんですか？それはですね、実務に近いご研究は、うん、大学でも企業の方でも得意な方がおられるので、うん、大学としてやるには違う研究が、いいなというふうに思っていますのと、僕、心理とか、認知にうん、興味があって、うん、もともとはそういう研究をしていたんですね。うん、で、もともと人の頭の中にあるデザインの認知をなんか超えることができないかなと思って、うん、AI 研究は、始めました。うん、何が人の認知が有限かとか、範囲があるかっていうのはちょっと難しい話なんですけども、うん、なんか、デザインが展開するときとかいうのはですね、なんか意外と、その、エンジニアリングがきっかけになっていることも多いんじゃないかと思いまして、うん、それは材料としての工学だったり、構うん、造だったりとか、環うん、境だったりとか、うん、いろいろあると思うんですけども、根本的にはデザインが好きですので、うん、そういう展開を、AI というエンジニアリングが新しく切り開けたら、面白いかなと思いまして、実務に近いところよりも、うん、アイデアとか、思考に近いところですね、に興味を持って、取り組んでいます。
今、お話にあった認知のところで言うと、ちょっと AI から、VR の方に話が移っていきますけれども、はい。どちらかというと、バーチャルリアリティの中で人間がどういうふうに感じているかとか、はい。どういう動作を、言動しているのかみたいな、そういった研究が多いですよね。あ、はい。そうでで、すね。さっきから後ろに出てくるお風呂でヘあ、ッドマウントディスプレイつけてるやはい。つとかっていうのは、えはい。どんな研究になるんですか？ですね、その、これから VR 世界の設計そのものが、うん。新しい建築都市のデザインの、フィールドであり、マーケットになると、思ってるんですね、勝手に。うん。うまん。あ、あの、これまで以上に単純な物理世界にお金が落ちていくとはなかなか考えづらいので、うん。VR 世界にチャンスがあるんだろうなと、お風呂出ながらに思ってるんですけど、だけど、HMD をかぶった方多く、何かしらの違和感を感じてると思うんですね。うん。ですので、まあ、我々、建築業界の人間が、現実世界で空間とかを設計することに長けてるからといって、VR 世界では、もしかしたらちょっと違うんじゃないかなとうん。思いまして、うん。で、もしかしたらゲームとか映画の世界の方が、そうで人たちのすよね。方がうまいのかなと思いまして、でうん。それなんかちょっと悔しい思いもうん。ありますうん。んで、うん。うん。VR 世界でも、建築学科を学んだ人とか、これから学んだ人がもっと活うん。躍できるように、VR 版の、人間工学ですとか、うん。VR 版の建築理論を作りたいなと思って、VR 世界の、空間認知と、現実世界の空間認知はどのように違うのですとか、うん。うん。VR 空間認知そのものの特性を生かして VR 空間を設計するための、基礎理論を作りたいだったりという思いで、今映っている VR 研究、お風呂。VR お風呂なんかをやっています。で、VR お風呂の、テーマはですね、現実空間を忠実に持ち込めば、もちろん、いわゆる没入感は上がるんですけども、うん。現実世界を忠実に持ち込みすぎては、VR 空間の利点が生かされていないので、うん。没入感を保つために、何かしら現実とリンクしながらも、何かしらリンクしなくていいものは、これまでとは違うデザインが許容されているはずなんです。うん。その、没入感を高めるために最低限リンクしていた方がいいものと、ここは自由に、新しいデザイン対象としてしまっていいもの、これを、探りたくて VR お風呂研究は、やってます。えーっと、そうね、今の話。例えば、バーチャルリアリティって非常にやっぱり視覚的なところが大きいですよね。はい。で、バーチャルお風呂ってやっぱり視覚のところはバーチャル、えバーチャルリアリティで、他のところは実空間っていうのかな。そうですね。はい。それの組み合わせっていうことなんですよね。はい。お風呂は、え逆に、他の感覚をバーチャルリアリティに持っていくっていうようなことってあり得るんですかね。視あ、覚以外のところ。はい。僕の研究じゃないんですけども、うん。それこそ VR 学会とか、ヒューマンコンピューターインタラクションとかの学会の研究者の方たちは、味覚、五感すべて研究対象にされてまして、へえ。こういう皮膚感覚ですとか、うん。匂いとか味とかを、いかに電気的に再現して、うん。共有するかっていう研究をされています。うん。その中で実はお風呂はですね、意外とお風呂を研究している女の子と、その生活空間の中で、あとは視覚だけいじればいいんじゃないかっていうのを結構考えたらですね、意外とお風呂だったんですね。うん。
お風呂にはもうお水が当然ですけどうんありますので、VR 空間の中で感じるお湯を、実際に感じることができるわけですね。うんで、あと、すでにお風呂で音楽をかけたりする文化ありますし、うん入浴剤、入れますし、匂い。はい。あともう視覚うんだけなんです。かつ、ちょっと お風呂は結構、なかなかデザインの投資対象に、物理的にはなりづらい。うちなんかもユニットバスですし、そうですね。ホテルなんかも、その部屋のインテリアとかにお金を投じることはあっても、お風呂は結構、うんちょっと確率化されてたりするので、うん意外と VR のお風呂は、あの、あり得るというか、これも一つのマーケットなのかなと思って儲けるとはないですけども、やってますね。VR お風呂デザイナーが現れるかもしれないってことだ。はい、そうですね。今度、広島に泊まりに行ったら、ホテルにポンってヘッドマウントがかぶってくださいみたいなことになってくれたら面白いなと思ってますけど。そうですね。はい。それこそ豊田さんがいたコロンビアの時代って、建築の分野に行く人よりもエンターテインメントの、映画とかね、ゲームの方に行く人たちがすごく多かった時代があって、えーそういった人たちがやっぱりコロンビアなんかで学んだエフェクトの技術なんかを使って映画を作ってるっていう時代があったんで、はい、何かしら土台に建築はあるんだろうけれども、逆にエンターテインメントが進みすぎて建築家の活躍する場がちょっとないっていうのが寂しいですよね。もう3分になっちゃった。すみません。そうですね。ちょっと研究から、じゃあ、実際の、関わられてる教育の方の話も聞いてみたいと思うんですけれども、はい、今、立命館では、どういった授業を担当されていますか？もう、ほぼすべてが、いわゆる建築情報学系の科目を担当させてもらっています。改正順にちょっと紹介しますと、今年から始めた授業もあるんですけど、1回生で、プログラミングに触れてみようということで、Python を使った、二次元なんですけども、グラフィックの動画を、やっています。で、それ前期に今まさに頑張ってもらってるんですけども、並行して、CG の授業ですね。で、CG は、アプリケーション何でもいいと思うんですけど、できるだけ、僕はあえて学びづらい、学習するのに結構コストが必要なソフトウェアがいいかなと思ってまして、で、MAX をやってます。で、あと、これからは、環境エンジニアじゃなくても、環境工学者じゃなくても、環境シミュレーションは回すのがもう当然だって、とりあえず言い放ちまして、理論は、改正が進んだら、専門の先生が教えてくれるから、とりあえず使ってみようということで、簡単な風洞シミュレーションの、シミュレーションもやってもらって、で、ボリューム段階なんですけども、後期に僕じゃないですけども、その環境配慮型集合住宅っていう課題を課す先生がおられるので、それを意識して、僕の授業では、ボリュームスタディをして、CFD をして、ブラッシュアップするっていう授業を、やってます。1回生は、1回生ですね。1回生で、はい。すごいな。で、あとはいわゆる CAD と CG の授業を、2回生の後期に、やってます。ちょっと見ましたけども、いわゆる Adobe 系は実は僕じゃなくて、別の先生が2回生の前期に、やっておられます。だからかなり授業を通して教えてもらうソフトとか、スキルって多いですね。
実はまだ終わりじゃなくてですね。まだ終わりじゃない、まだあるの。はい、すいません。で、3回生前期になると、ビム総合演習っていう授業があるんですけども、3年前期、はい。はい、これは、レビットですね。レビットを、ちょっと非常勤の方の力もお借りして、半分ぐらいやりまして、で、あと、1回生の時には、ともかくシミュレーションしてみようっていう感じなんですけども、3回生の授業の方では、シミュレーションした結果を、ごくごく簡単な統計処理をして、統計的な指標を見ながら、コンセプトに基づいたボリュームを決めるっていう授業をしています。で、3回生の後期は、ちょっと研究寄りになりまして、僕の統計が好きなので、統計の、処方とか、ネットワーク解析とか、あと、研究室では指導学者やってますんで、パーセプトニュートンって何だろうみたいな、単層学習ぐらいのことをやってみようみたいな感じで、指導学習難しいけども、本当に原理は意外と単純で、サイコロと鉛筆でできるんだみたいな授業をして、そのデータサイエンスとにちょっと楽しんでもらうみたいな授業を3回生にコピーしてます。すごい充実してますね。学生たちは楽しんでます？はい。結構わざわざ受けてきてくれる子たちが多くてですね。素晴らしい。一級建築士要件にも必要ないし、卒業単位上何も美味しくない授業と評されておりまして、なので、受けてくれる子たちは、でも大変そうですけど、一応僕の前では、一生懸命やってくれてますね。すごい。でも、そういう授業増えそうな感じはありますよね。はい、どんどん増えていくんだと思います。もう国のお達しで、いろんな大学がそういう動きになりつつあるし、ある意味、ノウハウがないからどこから手つけていいか分かんないっていうのが今の状況の中で、山田先生がやられてることってもう非常にこれから普通になっていく可能性があるけど、誰もできてないっていう、一番すごい重要なところのような気がする。自分がその2回目の立命館に来て授業を設計するときは、もちろん杉田先生のシラバスとかちょっと見ましたし、あんまりいっぱい名前書き出すとあれですけど、芝浦の先生とか、松本先生とか。やられてるんですよね。はい。実は結構やってるんですね。ただ、その横のつながりもないから、本当にみんなが、黙々とやってるっていう感じで。そうですね。やっぱりその横のつながりを作って、みんなで存在感を出さないと、業界全体にも推し進めていけませんし、もちろん身近な自分の大学でも推し進めていけないので、数の力というか、ボリュームの力ってやっぱりなんだかんだでかいと思うので、そういう意味でこの建築情報学会、そして情報新報。情報新報も。頑張りたいと思ってます。ちょっと情報新報の、じゃあ、コマーシャルもしてください。はい、ありがとうございます。他のチャンネルになるけど。情報新報という建築学会でも40年ぐらいの歴史を持つ研究集会がありまして、本当いろんな分野の研究が集っています。今年も100台ぐらいの研究発表が行われまして、それが12月に開催されますので、ぜひ情報新報2020で検索してご覧になってください。あともう一個いいですか？論文と報告の締め切りは終わってしまったんですけども、まだ発表できるチャンスがありまして、ポスターセッションっていうのがあるんですね。ポスターセッションでしたら、原稿2枚ぐらいで10月2日までに出していただけたらご発表いただけます。そちらの方は、必ずしも研究ではなくてですね、我が社はこんなことをやったんだ、どうだみたいなとかですね、あと学生さんの、面白いことを覚えてたからやってみたよ、みんな見てほしいとか、
あと、卒業設計で建築そう情ですよね。報学のことをやりたいから、途中のものを学内の先生だけじゃなくて、うん。先生にも見てもらいたいみたいにもうん。絶賛お待ちしてますので、10月そう。2日、ぜひよろしくお願いします。そういうのはいいですよね。はい。いや、なんか僕も去年のインタラクティブ発表を見てて、なんか設計系でこう学会の発表とはあまり縁がないような学生でそうでも、すね。コンピュテーショナルデザインとかデジタルファブリケーションとかやってる学生はいるわけで、はい。そういう学生がこう、あんまり研究室の活動とか関係なしに、もう自分のね、挑戦とはい。して、そういったところで発表してくれるのが一番いいなと思はい。いました。まあ、大阪のその主査をされている先生がすごい盛り上げ上手というか、すごくいい雰うん。囲気を作ってくださるんで、全然うん。怖くなくて、ほぼ全ての人が発表をどう育てるかっていうことだけ考えてコメンうん。トしてくれるんで、とてもいい場だと思います。そうですね。楽しみです。はい。残り時間もだいぶ短くなってきまして、私はもう今回でお役御免なんですけれども、次回は2週間後に、ゲストは、え僕が言っていいのかな、石津さんが、来てくださって、次回山田先生はホストになりますよね。はい、どんなことを聞く予定なんですか？結構分野はこう離れてるかなって思うんそうですね。ですけど。実は直接お会いしたことは一度もない。うん。まあ、オンラインでもそんなたくさんお話ししてないんですけども、まあ、レクチャーとかメディアの媒体でいろいろ拝見して、まあ、うん。一つすごくこう感銘を受けた言葉がありまして、それは来週言っていただいた方がいいんですかね。あ、そうですね。うん。そうですね。まあ、そのそうしようか。言葉に、はい、感動、続きは来週、はい、したのと、ま2週間後に。うん。あ、はい、今の活動ももちろんなんですけども、なんかその石津優子さんのこれまでにやってきた活動とかが、建築学生にとっては結構刺激的なので、うん。うまあ、ん。そういったものを見てもらえると、こういう活動、学生生活を出るんだみたいなことを感じてもらいたいなと思って、うん。お話ししていただこうかなと思っています。楽しみです。はい。この間、僕、豊田さんに聞かれたので、最後に、今回も山田先生に聞こうかなと思いますけれども、建築情報学会、まあ、今まだこの YouTube のチャンネルですけれども、実際にその学会としての活動が本格化してきたときには、山田先生は、まあ、どういったこう価値をこう感じながら、その活動を広げていこうと思われてますか？そうですね。僕は、企業の方同士の出会いと、企業と学生の出会いの場にしたいなと思っうん。ています。やっぱりアカデミズムとしての知見の共有とかは、なんだかんだで建築学会ありますので、うん。そちらを、ないものにしてやるのは、あんまりうまいことではないと思ってますので、まあ、建築学会の中の情報部門は、そちらの利点を生かして活動し、まあ、そちらではやりづらいことっていうわけではないんですけども、まあ、学会という固い枠がないこちらでは、まあ、企業さんを積極的にお呼びしたりとか、まあ、企業さんと学生さんが出会う場っていうのも、実は学会内ではやりづらいので、うん。やっていきたいなというふうに思ってます。うん。まあ、海外の学会とかってそういう場ですよね。普通にはい。学生とね、リクルートがはい。こううまく機能してる場面って結構あるから。はい。あ、1分になっちゃった。あ、最後に、無事終わってよかったです。最後に山田先生、何か一言ございますか？そうですね。建築情報学、本当に楽しいので、学生うん。さん、大人でも、まあ、気持ちが若い方とぜひ一緒にいろんなことやりたいと思ってますので、よかったら声をかけてください。そうですね。お待ちしてます。合同ゼミもぜひ今年は実現させましょそうですね。う。ね、必ずやりましょよろしくお願いしう。まはい。よろしす。くお願いします。はい。じゃあ、第3回目、あっという間に30分でしたけれども、次は2週間後になりますので、また木曜日の、10時に、今度はホストで頑張ってください。緊張しますね。
はい。頑張ります。石井さんの魅力を引き出せるように頑張ります。はい。じゃあ、今回はこれでおしまいです。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、おやすみなさい。帽子。あ、帽子。かぶんなかったやつ。はい。失礼します。